Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you. 皆さん、カウントダウンシリーズへようこそ。今の時点では大会まで残り3日、3 days out になります。今週末、アメリカで行われる Phoenix Pro。そこでもちろん目標は優勝の他に何もない。皆様の強い応援、サポートを力にしながら、最後まで気温かずに頑張っていきます。Let's go!大会まで残り2日間になりました。で、今現在アリゾナ州のフィニックスの近くにあるスコッツデールという町のヒルトンホテルで泊まってます。こちらのホテルが今回の大会のオフィシャルホテルになるので、迷いなくここにしました。ここには今週末まで泊まることになってます。そうですね、昨日成田空港出てかなり長旅にはなりましたね。合計で18時間ぐらいほぼほぼ問題なく来れたので、精神的にはかなり楽ではあるんですけど、やっぱりこの長旅っていうのはどう考えても体にかなりの疲労感があって、特に時差ボケの影響、結局昨日の夕方頃にこっちに着いて、ホテルにチェックインした後にすぐに食材の確保にウォールマートに行って、本当にいつも買うものと一緒っていうか結構安定してきてるので、肉類に関しては本当にこっちはもう種類が豊富で低脂肪のビーフとか見つけるのが比較的簡単で、野菜はこのタイミングではもうアスパラガスしか食べれないんで、もうアスパラガスとか、結局泊まる場所によって食事の調理の仕方が変わってっていうのは、Airbnb に泊まればキッチンがしっかりあっていつもホームにいるような感覚で美味しい食事が作れるんですけど、今回はホテルっていうことで、でも幸運なことにこの部屋には、もうすでに冷蔵庫と、電子レンジがあって、自分で勝手に部屋でミニキッチンを作って、この2 days out からの、2日間は、電子レンジ料理ででもこの電子レンジ料理っていうのは結構自分この大会とかの経験通して、得意で全然問題ないです。味に関してはちょっとね物足りなさはあるんですけど、ただ今の段階では美味しさとか、そこはあんまり気にしてない。本当に栄養のために食べてる感じで、食品を買い集めて、でここに戻って、こっちの時間ではもう寝る時間なんで、寝ようとはしたんですけど、本当に時差ボケで寝れなくて、ここでは2時間ぐらいしか寝てない。で飛行機の中ではちょこちょこ寝たりして、3時間ぐらい寝たと思うんで、体の感覚的には5時間ぐらい睡眠取れた感じです。ただ自分って結構睡眠普段は8時間から10時間とってるんで、ちょっと今やばいです、正直な話。だからこの大会までの残りの2日間はもう本当に体のリカバリーがすごい大事。もともとこういうオリンピアとかみたいな大きな大会、こういう海外アメリカでの大きな大会に備えては間違いないから、それが理由で積極的にこの海外に出てたのもあるので、精神的にも体的にも辛いんですけど、初めての感覚ではないっていうか、なのでもう一度言うんですけど、ここから大会までの残り2日間は、本当にリカバリーに専念します。今日に関しては大会前の最後のトレーニングがあったり、いろいろあるので、そういうのも見せていきたいと思うんで、引き続きお楽しみください。今から自分行きます。ちょっと Uber 呼びます。
からトレーニングします。で今日のトレーニングは大会前の最後のトレーニングで上半身体の各部位を2種目ずつ、そして3セットずつ当てていきます。で今日はなんか思いっきり効かせるとか限界まで追い込むとかそういうのは一切なくて、本当にもう体の動きを試してみるとか、筋腹内のグリコーゲンを消費して、明日のカーボローディングに備えて、体を下準備する作業です。で今日のトレーニングも比較的時間は早めにやるようにしてます。今の時点では10時から10時半ぐらい、なるべく早く回復の方に入りたいので、大会前の最後のトレーニングは結構朝早くやって、結構ステージでパンプアップを始める時間帯に合わせるような、感覚で、意識してます。たまたまなんですけど結構いい雰囲気の自分を見つけられて、楽しんで、集中して大会前最後のトレーニング頑張っていきましょう。 Let's go。They tear you down, but still you never give up. You never give up. They would soak the fire as you hope to rise. It was mostly lies that you broke inside. I know it's all love, I just gotta complain. I got your back, we gon' rise to the flames. You'll be at it again. I won't let go. I'll be by your side. Won't let you drown. I won't let go, and nothing can stop me.トレーニング無事終えて、かなりジム内音楽がガンガンかかってて雰囲気はいいっていうか、なんかボディビルジムっていうよりはなんかクロスフィット系、いろんなことができるジムで、なんか女性率がめちゃくちゃ多かったです女性10人に男性1人っていうぐらいの割合で、結構コミュニティ感があるジムで、オーナーさんとかオーナーさんの奥さんなのかな、声かけてくれて、いろいろ IFBB プロって言ったところでそれ何ってアメリカでもねこういうとこがあるのはすごい興味深いというか、いい経験でした。で今ちょっと急遽栄養補給ということで今日の3食目なんですけど、いくら減量期だとはいえ小食の自分にとっては1日6食結構大変で、こういう時にすごく便利なのがプロテインですね。僕のスポンサーの、レボプロが、こういう、持ち運びパックをたくさん送ってくれて、今回の旅のためにめちゃくちゃ助かる。だから1日6食のうちの1食から2食はプロテインで、炭水化物には少ないんですけど、今日ディプリート一応言ったか分かんないですけど、今日ディプリートの日で一応ね、日本から持ってきた干し芋とあとアーモンド、ディプリートとはいえ今日カーボが 120g、 自分の減量の中では一番低いっていうか、昨日と今日がそんな感じで、普段結構カーボを食べるタイプなんで、ちょっと映像とかを見て分かると思うんですけど、結構体がフラットな感じ、でもそれも1200のうちなんで、ピークウィークにプロテイン飲む選手って比較的少ないと思うんですけど、このエッグプロテインの特徴として化学甘味料を使ってないんで、そういう余計なむくみとかはあんまり心配することもないし、すごく楽に栄養補給できるんで、自分はピークウィークでも、このレボプロのプロテインだったら、取ってます。それではいただきます。10秒間でタンパク 46g 取れました。最高ですよ。概要欄にいつもリンク貼ってるんで、レボプロのプロテインに興味ある方、特別コード金金にて
打てば商品代金から 8% オフになるので、ぜひご利用ください。金キッチンへようこそ。4食目、ちょっとビーフに飽きちゃったんで、アメリカのこの冷凍庫のこういうジャンボシュリンプもめちゃくちゃ美味しくて、塩分とか多めなんですけれど、ピークウィークは別に塩分を切ることもなく増やすこともなく、いつも通りと一緒っていう感じです。シュリンプ 84g でバットゼロ、炭水化物ももちろんゼロ、タンパクが 15g とか、シュリンプ結構意外とっていうか最強説っていうか、を足そうか。サーフ&ターフにしよう。ほんの少し。フィレミニョン。そして最初に温めたシュリンプ、温まってますね、ちゃんと。OK。シュリンプをかけて。以上、サーフ&ターフ。なんかすごい楽しい、これが。最高。で、水に関しては、今日が最後のウォーターローディングの日で、今日しっかり 7.5 リットル飲んで、で、明日のカーボローディング、炭水化物がドーンって増えると同時に水がドカンと減って、その大会ルックにより近づくっていうか、こんな映像なんてみんな僕のチャンネルでもう何年も見てきてると思うんで、つまらなかったら申し訳ないです。でもすごい大事な作業です。もう次の動画が大会ショーデイの動画になるので、ここでちょっといつものように、自分の大会への思いとかを話していけたらなっていう、そういう場面です。もともと自分今年の第1戦目は実はシカゴプロを予定していました。覚えてる方もいると思いますが、ただ増量期の本当に最後の段階で、仕上げの段階で、ハムストリングを両方怪我してしまって、かなり自分の中で落ち込んでたんですけど、気持ちをすぐに切り替えて、少しシーズンが長くなったんですけど、もともと2番目に予定していたこのフィニックスプロが、今年の第1戦目になったというそういう流れです。で、運命のせいか、今回のフィニックスプロには去年僕がシカゴプロで負けたニック・コーという、シカゴプロのチャンピオンもたまたまなんですけど、この大会に出ます。かなり優勝候補だと思いますし、彼の他にも結構オリンピアンとか、優勝候補の選手は何人かいます。ただ今年の自分もちょっとメンタル的にというか思考は去年とまた違って、去年は本当にファンからの視線っていうか、本当に自分は大好きな選手とか SNS でしか見たことない選手と一緒にステージ立てて、そういうワクワクな気持ちとか、どこまでいけるんだろうというそういう感じ、特にオリンピアでは。ただ今年はもう自分もいい年齢いってるしもうオリンピア1回立ったし、ちょっとチャンピオンとしてのプライド、去年の東京プロのチャンピオンとして、しっかりと自分の実力を見せつけたい年にしたいと思っています。もちろん最終的な目標は、大会優勝してオリンピアクオリファイしてオリンピアではトップ10という目標なので、こういう大会は、正直な話圧勝しないといけないで、かなり自分にプレッシャーをかけている年でもあります。そういう大会です。でもちろん今回のフィニックスプロだけではなく、1週間後にサンディエゴとか、そのまた2週間後に東京プロという結構ハードなスケジュールにはなってるんですけど、もう今考えてるのは本当にあさっての大会フィニックスプロだけ、そこに全力出して終わったら次考えようっていうそこまではいかないんですけど、しっかりフィニックスプロは勝ちに行きます。で、今回のフィニックスプロに関しては、かなり謎な点が多いです。海外来るときはそういうケースが多いんですけど、今回に関してもジャッジが誰かもわからないし、運営の方から選手登録が何時か、いつなのかとかも連絡ないしみたいな、ちょっとで、このアリゾナ州のフィニックスというもう本当に砂漠のど真ん中というか、もうここはエアコンガンガン効いてるんでいいんですけど、外出た瞬間もう45度とか、そういうレベルです。もう歴史的なこういう暑さが今ここに来てるみたいで、本当にそういう見慣れないちょっと環境の中でここでチャレンジすることは、結果がどうであれ、自分にとっては大きな収穫にはなると信じています。ただやっぱりプロ選手である上、この競技に出てる上、勝ちに来てるんで、そこはしっかりずっと自分に
言い聞かせながら、好きな選手とかもたくさん出てくると思うんですけど、もうぶっ倒しに来ます、もちろん。で結構皆さんも SNS を通して自分を応援してくれたり、そういうのもすごく伝わってきてるし、なんかそういうポジティブなエネルギーを、去年からなんか結構使えるようになっていて、だから、そういうのも引き続きすごく感謝してるし、で去年もそうだったんですけど、今年の換算シーズンのこのメインスポンサーの、この企画自体を可能にしてくれてるレボプロさん、チームの皆さん、本当にありがとうございますっていうか、すごい感謝してるし、そういう偉大なサポートがあるからこそ、僕はこうやって余裕を持って、選手として本当にやるべきことだけに集中できている。でもちろんレボプロの他にも、他にスポンサーしてくれているところだったり、チームメンバーだったり、家族もいます。で、そういう人たちをがっかりさせたくないし、やっぱり金金を応援してよかったと思わせたいし、こんな理想な環境なんてないので、そこをしっかり利用して、そうですね、また最強な進化した金金を今年の大会で見せたいと思ってます。それでは皆さん、換算シーズンはまだ続きます。大会動画お楽しみに。次の動画が上がった頃には、もともと YouTuber だった金金がフィニックスプロのチャンピオン、そしてアメリカで初めて日本人の IFBB フィジークプロとして優勝を飾った選手になると信じています。それでは次の動画でお会いしましょう。Work hard, see results. Thanks for watching, and I'll see you again soon.